クミンの誕生にはマリオの影響があると言われてきました。しかもそれはただのマリオではありません。ピクミンの原点とされたのは128人のマリオが登場する幻のソフト、スーパーマリオ128。しかしここへ来て、その長年信じられてきた話が覆される重大な発言が飛び出したのです。ピクミンはマリオ128から企画的にも技術的にも影響を受けたわけではありません。この新たな情報を踏まえて、今回は任天堂における幻のプロジェクト、スーパーマリオ128について掘り下げ、ピクミン誕生に隠された真実に迫ります。1997年1月、任天堂社内ではスターフォックス64をリリースする準備が進んでいました。その時期、開発者の宮本茂さんはアメリカのゲーム雑誌、任天堂パワーにてある質問を受けます。それは、なぜスターフォックス64はスーパーファミコン版のリメイクとして制作されたのかというもの。マリオ128という名前が初めて登場したのはその時でした。新しいストーリーというよりも面白いゲームデザインを生み出したかったんです。確かにこの手法を続けるべきなのか自問自答することはあります。マリオの新作を作るたびに新しい技術を全て投入し続けるべきなのかって。一体次は何が来るんでしょうね。スーパーマリオ128でしょうか。実は私が挑戦したいのはそれなんです。こうした宮本さんの思いは実を結び、スーパーマリオ64-2としてプロジェクトが始まります。この企画は、任天堂64の拡張機能 64DD 向けのプロジェクトで、前作スーパーマリオ64で削らざるを得なかったルイージを登場させ、二人の兄弟が 3D の世界を一緒に駆け回ることを目指して開発が進められました。しかし、このプロジェクトは中止に。その背景には、ハードウェアの制約や 64DD の商用化の遅れが影響したと言われています。そしてそれから3年後、名前だけが先行していたマリオ128は新しい形となってファンの前に現れたのです。2000年8月、各社が新たなゲーム機を次々と発表する中、任天堂はスペースワールドにて次世代ゲーム機プロジェクトドルフィンことゲームキューブを公開します。その日のプレゼンテーションではゲームキューブに向けた新作タイトルの映像が紹介されました。その中でも観衆の目を引いたのがゲームキューブの能力を伝えるためのデモンストレーションです。その時用いられたソフトの名前こそマリオ128。このデモでは次々と登場するマリオが最終的に128人となり、円盤上のステージを所狭しと動き回る様子が描かれました。AI による自立したアニメーションと安定したパフォーマンスで次々にマリオが描画されていく様子はゲームキューブの優れた性能を見事に示しました。この時点でスーパーマリオ128はあくまで技術デモに過ぎませんでした。しかしファンの間では単なる技術デモ以上に意味のある何か重要度の高いプロジェクトかのようなイメージが広まったのです。このような当時の空気感はアメリカのゲームメディアゲームプロが2001年に最も期待できるタイトルの一つとして名前を挙げたことにも表れています。こうして多くのユーザーから商品化を期待されるようになったスーパーマリオ128はその発売時期をめぐって何年にもわたり様々な憶測や噂が飛び交うこととなります。こうした話題は翌年にマリオの新作スーパーマリオサンシャインが発表されたことで一時は静まるかと思われました。しかし E3-2003 でのインタビューにおいて宮本さんはスーパーマリオサンシャインがマリオ128と無関係であることを宣言。またしてもこの謎めいたプロジェクトの噂は再燃します。2003年9月、イギリスの雑誌任天堂オフィシャルマガジンに掲載された記事でマリオ128について問われた宮本さんは次のように述べています。具体的なことはまだ何も言えません。もちろんマリオのゲームを作っていますし、今までとは違うけれどもマリオらしいゲームにしたいと思っています。冗談抜きで E3 で一番よく聞かれたのはマリオ128はどこへ行ったのかということでした。でも今はやっぱり何も言えないんです。ごめんなさい。さらに2004年5月に行われたゲームスパイのインタビューでは次のように述べました。水面下で密かに進行しています。今のところどのハードで発売されるのかはわかりません。その決断を下すのはまだ難しいんです。現在プログラマーの皆さんに様々な実験を行ってもらっているので、その結果を見て最終的な決断を下すことになります。そして2005年にはワイヤードの取材に対してこのプロジェクトはゲームキューブではなく次の世代のゲーム機レボリューションでリリースされることを明かしました。このように2000年代中盤はマリオ128の謎を解き明かそうと数々のメディアが躍起になりました。しかし開発が進行中であることは示唆されるものの具体的な詳細は伏せられ、ファンやメディアの間でこの神秘的なタイトルの話題はますます過熱していきます。2007年3月、マリオ128についての憶測は突如として終焉を迎えます。その瞬間はゲームデベロッパーズカンファレンスにおける宮本さんの基調講演の最中に訪れました。マリオ128はどうなったんですかというのがいつも聞かれる質問なんですが、あのデモの目的はゲームキューブに搭載された新しいテクノロジーがマリオのゲームをいかにダイナミックに変えることができるかを示すことでした。ですからマリオ128はどうなったのと聞かれると答えるのは難しかったんです。なぜならほとんどの人はすでにプレイしたことがあるんですよ。ピクミンというゲームで。ピ
ピクミンではマリオ128における実験の一つでもある多数のキャラクターを独立して動かすことができました。これは高度な AI を使っています。でも、これがマリオ128の結末だと言ったら納得してもらえないかもしれませんね。そして宮本さんはこう付け加えました。スーパーマリオギャラクシーでは数々の球場のステージをプレイできます。これもスーパーマリオ128で私たちが実験していたものの一つです。この発言を補うように、スーパーマリオギャラクシーでディレクターを務めた小泉義明さんは、任天堂の社長が聞くにおいて、マリオギャラクシーの起源がマリオ128にあったことを認めています。というのも、あのマリオ128でディレクターを務めたのは、他の誰でもなく小泉さんだったのです。宮本さんの GDC での発言を踏まえると、スーパーマリオギャラクシー同様、ピクミンにもマリオ128の影響があったと受け取れます。現に、ファンやジャーナリストの間では、そのような見解が長年、事実として受け入れられてきました。しかし、2023年に新たな事実が明らかになったのです。初代ピクミンのゲームシステムプログラマーである神戸裕二さんは、ピクミン4のリリースに向けた開発者インタビューにおいて次のように述べました。私たちはマリオ128の存在を知らなかったので、ピクミンはマリオ128から企画的にも技術的にも影響を受けたわけではないのですが、当時64ではできなかったたくさんのキャラクターを動かすことがゲームキューブではできるようになって、いろんなことが考えられるようになりました。この新たな情報を考慮すると、宮本さんの GDC での発言は単にマリオギャラクシーのプレゼンテーションにつなげるためのジョークのようなものだったのかもしれません。あるいは何度も繰り返されるマリオ128についての質問を収束させる意図があったとも考えられます。一方で、これまで通りマリオ128がピクミンの開発に影響を及ぼしたという解釈を信じ続けることもできそうです。立場や状況の違いから複数の真実があったとしても不思議ではありません。例えば、いくつものプロジェクトを統括する立場にあった宮本さんは、マリオ128とピクミンという異なるプロジェクトの間に何らかの共通性や関連性を見出していた可能性は高いです。ピクミンの開発において、宮本さんは仕様の策定にも携わっていたといいます。ですから、マリオ128が存在したからこその洞察が、現場のメンバーの預かり知らないところでピクミンに影響を及ぼしていたとしても何もおかしくはありません。とはいえ、一つだけはっきりと言えることがあります。仮にマリオ128がピクミンに何らかの影響を与えていたとしても、決してそれだけが現在のピクミンを形作ったわけではないということ。ピクミン誕生の背景にはいくつものストーリーがありました。ピクミンの企画がスタートしたのは、プラットフォームがスーパーファミコンから任天堂64に移行しようとする時期のこと。数多くのキャラクターを描画できる次世代機に対して強い憧れを抱いたことから始まったといいます。ビデオゲームを作るには多くのアプローチがあります。最初から明確な目標があり、それに向かって開発を進めることもある一方で、何を作りたいかという明確なビジョンがなく、ただ漠然としたアイデアや達成したい目標があるだけの場合もあるんです。ピクミンの場合、私たちが最初に持っていたアイデアは、小さな生物たちが何かをやっている様子をプレイヤーが観察できたらいいなというものでした。本作でディレクターを務めたのは、日野重文さんと阿部正道さん。デザイナー出身の日野さんは、スーパーマリオワールドやヨッシーアイランドで美術を担当した経験を活かし、ピクミンではキャラクターや世界づくりを担当。一方の阿部さんは、ナムコで鉄拳2を、そして任天堂ソフトウェアテクノロジーで 1080 スノーボーディングのディレクターを務めた経験を活かして、ピクミンではゲームシステムやレベルデザインを担当しました。なお、ピクミンの初期の構想では、現在と全く違う遊びが想定されていたといいます。主人公はアダムとイブという名前の豆から生まれた生物。プレイヤーはその生物たちが暮らしていく営みを観察し、彼らの人生を見守るというのが主要なテーマでした。プレイヤーは神のような役割を果たし、時に直接影響を与えることで、彼らの巣作りや子育て、村の発展などを見届ける遊びが検討されていたそうです。キャラクターのデザインも現在とは大きく異なります。たくさんのキャラクターを同時に見せるにはシンプルなデザインの方がいいと考えました。そこで体の代わりにボールが一つあって目と鼻があるキャラクターを使いました。なお、ゲーム画面は上から見下ろす方式を想定していたため、キャラクターの頭部だけで性別や性格を識別できるようにしたそうです。ところが、こうしたデザインに対してキャラクターとして弱い、高校生くらいの女の子が恥ずかしくないキャラにしたいという意見が上がります。そこで、デザイナーの森井淳二さんが数多くのスケッチを提出し、その中から満場一致で決まったというのがこちらのデザイン。当時、ティム・バートンの描く世界が好きで、可愛いだけでなく、ちょっとおどろおどろしさというか、シリアスな感じにしたくて、こういう線をぐちゃぐちゃと重ねたタッチでスケッチも描いていました。初期のデザインでは黒一色でアリのような見た目をしていましたが、次第に現在のデザインへ変わっていきます。ピクミンたちは玉ねぎや球根の形をしていて、太ったり背が高かったり小さかったりといろいろな体型があったんです。それらの違いはもう存在しませんが、代わりに色の違いを加えました。キャラクターデザインの次に開発チームが集中したのが、この生物をどのように動かすと面白いのかということ。
隊列を組ませたり、弾を投げさせたり、対戦させたり、思いついたアイデアを次々と実験していきました。でも何をさせたらゲームとして面白いのか、ゴールがなかなか見えてこなかったんです。このような状況でプロジェクトを大きく前進させたのは宮本さんの一言でした。キャラをミサイルみたいに敵に投げつける遊びを作っていたら、宮本さんにこれ投げつけた後どうなるのって聞かれて、敵を囲んで叩きますと答えたら、敵に投げた後へばりつけられないの？敵の背中とか弱点にくっつけたらどうなるのかなって。そしてこのアイデアを実際に形にしてみると確かな手応えが。さらに敵のお尻にピクミンをくっつければ攻撃できるけど、口にくっつけると食べられてしまうというアイデアを実装すると衝撃的な光景が飛び込んできます。それはピクミンが敵に食べられた後、口の周りにピクミンを残した状態で敵がそれを引きずったまま動き続けるというもの。宮本さんはそのなんとも生々しい様子を見たとき、これはいけると確信したそうです。つまりピクミンをどう見せるかをもっともっと作り込んでいけば大丈夫だと思ったんです。こうしてピクミンが食べられるシーンでは敵の口元から葉っぱを覗かせて一度に飲み込まれるのではなく引きずり込まれるような表現を採用しました。さらにピクミンの断末魔の叫びや死を表す幽霊のようなエフェクトも追加。その後そこまでして倒した敵だからということなのか、倒したら運んで持ち帰りたいというアイデアが生まれます。これを実装してみるとアリがセミを運んでいるような光景が生まれ、チームは大受け。最終的にキャラクターが敵を倒し、その獲物を持ち帰ることでピクミンが増えるという現在の基本的なゲームプレイが完成しました。ところがこうしたリアルな描写や敵の死体を利用してピクミンが増えるという生々しいゲームメカニクスに対して百戦錬磨の宮本さんにもためらいが生じたと言います。私がモニターの意見を聞いて弱気になるとディレクターがこれで行きましょうと強気に言ってくれたんです。その点はとても助かりました。このようなディレクター陣の支えがなければ現在の可愛さと知りやすさの同居する独特のゲームプレイは存在しなかったのかもしれません。キャラクターや世界のデザインとくっつく、投げる、運ぶといったアクションは決まっていったんですけど、ゲームのサイクルがなかなか決まらなくて、いろんな要素がポツポツとあって、ゲームの中で何をして何をもってクリアとするのか、なかなかうまくまとめきれなかったんです。このような課題に対して数ヶ月後の E3 でピクミンをお披露目する計画だった宮本さんは次のように申し出ます。ディレクターとして入るので3ヶ月ください。失敗したら降りるので。そして宮本さんが作成したというのがこちらのゲームフローズ。カンドさんらによれば宮本さんはこの時バラバラだったアイデアを取りこぼすことなく集め一つにまとめ上げたといいます。最初は隊列からこいつを投げることで指示を出す。物を運び終えてゴールとする。何匹運んだらゴールじゃなくて何匹集めたら物を運べるという仕組みです。その他にも敵や植物の意味合いや1日のサイクル、ピクミンの生態や増える仕組みを考えてくださって。なお、フローズに記載されているピキとはピクミンのこと。開発チームがキャラクターを1匹2匹と数えていたのをメインシステムプログラマーのコリン・リードさんがキャラ自体を指してピキと呼んでいると誤解したことでそのように呼ばれるようになったといいます。その後ピキはピッキーへと派生し、最終的にはピックミーというフレーズに音が近いということからピクミンと名付けられました。そして宮本さんのディレクター就任から約2ヶ月後、2001年5月に開催された E3 にてピクミンのトレーラーが公開。まるでゲームが完成しているかのような印象を与える映像でしたが、実際には1面までのステージしか完成していなかったといいます。2001年10月、ついに発売を迎えたピクミンは日本国内で約56万本、全世界で約160万本の売り上げを記録。新規 IP ということ、さらに苦戦を強いられたゲームキューブ専用ソフトということを踏まえると、この結果は大健闘と言えるでしょう。また CM ソングとして社会現象にもなった愛の歌はゲーム本編を超える90万枚を売り上げ、ピクミンの名前を様々な世代に広く浸透させました。しかし、その後のピクミンシリーズはその知名度と比べると目立った売り上げは残せていません。そんな状況について宮本さんは次のように述べています。ピクミンからピクミン3までやってきて、こんなに面白いのになぜもっと爆発的に売れないんだろう。なんで難しいと思われてしまうんだろうというのはずっと思っていたんです。さらに宮本さんは続けます。ピクミンの難しさというのはきっと2種類あって、それは操作の難しさとゲームの深さだと思うんです。これらを難しさではなく面白さとして伝えるにはどうしたらいいんだろうとずっと考えていました。このような課題へ取り組んだのが7月21日にリリースされたシリーズ最新作ピクミン4です。今作でチーフディレクターを務めたのは1作目の時には入社1年目の新人プログラマーだったという神戸さん。開発当初は遊びやすさを優先してゲームが苦手な方でも遊べるくらいの簡単操作の実験やカメラや AI の改良などいろんな検証をしていました。ただそれだけではなく僕の中では1作目のような繰り返す中で効率を上げていく段取りの遊びじゃないとピクミンではないような気がしていて、
初代ピクミンでは30日間という限られた制限時間がありました。これに対し2作目では時間の制限を撤廃。ピクミンや収集物の種類を増やして図鑑を用意するなど、じっくりと遊べるゲームになりました。こうした変化について神戸さんは、時間の管理から種類の管理へ変わったと述べ、宮本さんは深く遊べるものから長く遊べるものへ変化したと語っています。しかし、神戸さんが述べたように、スタッフの間でこうした変化について疑問の声が上がります。それは、1作目のような繰り返しの中で効率を上げていく段取りの遊びこそがピクミンらしさではないかというもの。そこで3作目では、初代ピクミンが持っていた深い遊びへと回帰。しかし、一部のユーザーからは2作目の方が良かったという意見が寄せられます。深い遊びから長い遊びに変えて3作目で1作目寄りに戻したわけだけど、よく考えたら両方を残す道もあるよなって思ったわけです。じゃあピクミンの面白さの原点であるゲームの深さは残しつつ、操作の難しさを機能面でサポートしていけばいいんじゃないのということになりました。神戸さんがピクミン4で掲げたコンセプトの一つがモードの垣根をなくす。前作には制限時間内に指定されたお題をクリアするミッションモードや2人で対戦を楽しめるビンゴバトルモードといった効率よくタスクを片付けていく楽しさ、つまり段取りの面白さを堪能できるモードが用意されていました。しかしながらプレイヤーの中には本編を遊んで満足してしまう人も多く、これらのモードは知る人ぞ知る2向けのモードのような扱いを受けていたといいます。そこで今作ではそれぞれ段取りチャレンジ、段取りバトルと名称を変更。うまく段取りして時間を短縮するのが楽しいと思ってもらえるように、時間制限のないじっくりと遊べるストーリーモードの中にこうした深い段取りの遊びを溶け込ませたといいます。さらに今作では時間を巻き戻すという機能も追加。1作目では30日間という長いスパン、3作目では食料が尽きる3日から4日間で段取りを繰り返す遊びとなっていましたが、今作ではより直感的に段取りの試行錯誤を楽しめるようになりました。加えて今作ではプレイヤーの相棒として宇宙犬オッチンが登場。ピクミンを操作する能力を持ちつつも、ピクミン10匹分の力を持つ強力なキャラクターとしてプレイヤーの進行をサポートしてくれます。神戸さん曰く、オッチンは単に難易度を緩和するためだけの存在ではありません。初心者には目の前の困難を打開する強力な助けとなる一方、経験豊富なプレイヤーにとっては段取りに深みをもたらす存在になっているとのこと。こうした今作の仕掛けを見ていると、初めての人からベテランまでどうにかしてたくさんの人にピクミンを楽しんでもらいたいという開発陣の熱い思いが感じられます。宮本さんの言葉を振り返ると、確かにピクミンはこれまで爆発的と言えるほどのセールスは記録できていないのかもしれません。その一因にはリリース時のプラットフォームの普及率も挙げられるでしょう。しかし今、ピクミン4の前には任天堂史上最も売れたハードに迫る任天堂スイッチという肥沃な土壌が広がっています。これまでのシリーズを通じて種は十分に巻き終えたはず。最新作ピクミン4はどれだけのプレイヤーを引きつけ、どれほどまでにファンを増やすことができるのでしょうか。シリーズは今勝負の時です。ピクミンシリーズが織りなす新たな伝説の始まりに心から期待を寄せましょう。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゲームリーグではいつまでも心に残るようなゲームを深掘りして、遊ぶだけでは気づけなかった魅力やバックストーリーなど大好きなゲームの新たな一面をお届けすることを目指しています。この動画を楽しんでいただけた方はぜひ概要欄にある他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ひねるでした。